手書きのイラストをグラフィックデザインとして使えるようにするには、あるルールを守ってはいけません。実は守りすぎると失敗します。今回はプロの人こそこっそり破っている守ってはいけないルールについて紹介していきます。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。今回は丸と四角だけで描くグラフィックデザイン的猫の描き方をお見せいたします。使うソフトは Adobe Illustrator です。こういう図形だけで描くっていうと、なんだか硬く仕上がってしまって失敗しがちなんですよね。今日紹介するのは私我流のやり方なんですけれども、今回のやり方を知ると自分らしく綺麗に、そして可愛く仕上げることができます。その辺が今回の動画のポイントとなります。で、早速やっていきたいところではあるんですが、ここで一つ皆さんにお願いがあります。現在私のチャンネル、あとちょっとで7万人に届きそうなんですよね。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録していただけないでしょうか。直近のデータだと7割近くの方がまだ未登録ってことで、ぜひお願いしたいんですけれど、よろしくお願いします。また動画の最後には今年一番のお知らせもありますんで、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しくわかりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。YouTube よりも本格的に学びたいという方は、私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。グラフィックデザイン的猫の描き方。はい、それではイラストレーターの画面に来ました。グラフィックデザイン的猫の描き方やっていきたいと思います。で、事前に下書きしていたものがあるんですけれども、それがこちらです。かなり暗い環境で撮影してますけれど大丈夫です、こんなんでも。で、これは鉛筆で紙に描きましたって感じですね。普通に自由に描いてもらっても構わないんですけれども、この時のポイントとしてはですね、私が意識したこととしてはこんな感じでですね、これから丸と四角で清書していく形になるんですけれども、丸って言っても4分の1の円って感じになるんですが、それで形になりそうなもの、正確に同じ形になってませんけれども、だいたい同じぐらいをイメージして書いてもらって、丸と四角だけで作っていけそうかなと。完璧じゃなくてもいいんですけれども、ある程度考えて形にしています。その辺意識しながらイラスト描いてみてもらうとうまくいくんじゃないかなというふうに思います。ではこれを清書していきたいと思います。ちょっとさすがに暗すぎるんで、少しだけ明るさとコントラストをいじって見やすくしときますと、こんな感じでいきましょうかね。で、明るさを編集したものをイラストレーターに持ってきます。でかい。こんなぐらいにしましょうかね。不透明度を下げていきます。見やすいくらい、このぐらいでしょうかね。で、ロックしますと。で、丸と四角で仕上げていくって言いましたけれども、そのまま丸と四角を作成していきます。で、大きさは一回適当ですね。なんとなくで大丈夫です。すいませんね、なんか我流で言っちゃうんですけれど、その点ご了承ください。で、ちょっと見やすく、じゃあグレーにしておきましょうか。で、1個正方形を描いたら、あとは同じ大きさ、同じ高さの丸を描きます。で、こんな感じで丸と四角が出来上がります。で、丸をですね、こう直線ツールで区切っていきます。こんな感じですね。十字に線が2つ入りました。で、シフト M で分割しまして、4分の1の円と半円と残しておきました。この上の部分はこっちを角度変えてしまえばいいだけなんで、一つだけあれば十分かなって感じです。で、あとはここの部分があると便利です。この白い部分ですね。ここもこんな感じで作成しておきます。これで一通り道具が揃ったって感じですね。これでじゃあ清書していきたいと思います。では、まず一番やりやすそうなところ、この鼻先ですね。一回大きさ鼻先で合わせましょうか。
こんな感じでですね、他のも一緒に大きくしてますけれども、鼻の大きさだけに合わせてて、他の半円とかはそれに連動して大きくなってるっていう状態ですね。こんな感じですかね。自分の中で一番分かりやすいところから描き始めました。次はこの頭の額の部分ですね。額の部分は角度を変えて乗せていきますと。スマートガイドでカチッとくるところですね。で、ここでポイントです。これ反対側を配置するときにこのまま反転して配置したくなるんですけれども、これやっちゃダメです。大きさが合わなくってやりにくいと思うんですよね。こういうところはもう私の我流でやらせてもらうんですけれど、もうグリッド無視します。もう無視してやった方がね、形が作りやすい。これはもう一回無視で大丈夫かなっていう、個人的にそう思ってます。形優先で、バランス優先でいくとこんな感じで途中に何とも言えない四角が入るっていう感じなんですけれど、これでやると結構うまくいきやすいです。一回顔のバランスだけ仕上げていきますけれども、でこれが比較した場合です。できる限り丸だけでやった場合なんですけれども、結局ですね、こういうところに鼻先を出そうと思ったら、こういうところに結局四角とかが入って、完璧なグリッドにならないんですよね。なんでここはですね、完璧なグリッドを目指すのではなく、自分のバランス優先でいっても良いのかなというふうに思います。結局のところ、四角いスペースが入ってしまうんで、どうせスペースが入るんだったらもう自由にやらせてもらおうっていうのが私のやり方です。はい、では清書続けていきたいと思います。で、耳ですね。耳は反転。私 F1 に反転のショートカット設定してあって、反転もサクッとこんな感じでやっていきますと。あとは体ですね。体も4分の1の円をベースに作成してますんで、こういう感じで作成していきますと。コピー忘れてます。こっちを一回コピーして戻しまして、アンドゥして、コントロールシフト V とやると同じ場所で同じものが復活すると。で、この首の部分が先ほど作ったこのネガティブスペースの形がぴったりはまると思いますんで、カチッと首はこれで収まったと。で、この部分はとりあえずこの穴を埋めてもらって、ここの白い部分ですね、この白い穴を埋めてもらって、であとここ角丸くしたらつながり良くなりますんで、これでいきたいと思います。それで Windows Pathfinder やったりと。なんか残った。ここも削除して角を丸くして清書していきますと。で、目とか他の部分書き込んでいきたいと思います。鼻先とかですね。これも一回不透明度で変更していきたいと思います。変更して少しうっすら表示しますと。この辺も全部半円とかで清書していきます。鼻先のにっこりも丸のカーブを利用した形でいきたいと思います。あと目ですね。目はこの半円を使ってくるっと180度回転させて、ぴったりくるところに合わせます。そうするとこの交差した部分が目の形になりますんで、シェイプ形成ツールで抜き出します。あとは頭の模様は四角形でいきます。
で、ここまで来たら一回形にしましょうかね。鼻先もね、この辺はみ出てますんで、シェイプ形成ツールで削っていきますと。やべ、ここ失敗したな。ちょっと失敗しました。ここ一回ちょっとカバーします。高速でカバーしますんで、少々お待ちください。はい、こんな感じで出来上がってきました。楕円形ツールで目玉を入れていきます。この辺もフィーリングでいくといいかなって思ってます。こんな感じですかね。あとはヒゲですね。ヒゲも少々たしなみまして。上と下を最初に決めて、中間は適当にやっていきます。で、最終的に全部選んで、等間隔に分布と。で、きっちり整列します。で、あと手書きの時に少し諦めてしまったんですけれども、体に猫っぽい模様をもう少し入れたいなと思ってて、この辺もこのカーブを使いながらラインを入れていきたいと思います。ここも正確ではないんですけれども、フィーリングでいきたいと思います。こんな感じでですね、グリッドを使う時もですね、綺麗にするためのルールの一つとしてグリッドってあると思うんですけれど、まあそれがなんか足かせになったらそれはそれで良くないと思いますので、最終的には自分のフィーリングを大事にしていけるといいかなと。ということで、まあこんな感じで聖書ができました。あとはじゃあこれ仕上げていきたいと思います。で、はい、それではこちらで聖書が終わりましたんで、色をつけて仕上げていきたいと思います。使う色がこちらです。で、まずは分かりやすいところから色つけていきたいと思うんですが、この辺ですね。ちょっと暗い色入るとビッと締まる感じありますね。あと体がこの色。私の中でもう色が決まってて、こんな感じでいこうかなというやつがありました。で、あとあしらい作っていきたいと思うんですが、サクッといきたいと思いますと。で、このネガティブスペースの丸の終わっているやつ終わってるやつ反転などしたりして4方向で重ね合わせていくとキラーンっていうやつが出来上がります。これもおでこの形と同じですからね、相性はいいです。あとはこの目の形ですね。これちょうどこの円と円を同じ円を使って作っていますんで、これを反転でコピーしていくと草の表現になります。上は小さくてもいいかもしれないです。ところどころ青が入ってもいいかもしれません。なんかいい感じですね。この猫ちゃんもうちょっと大きくしたいかな。で、あとハートですね。あとはまあ丸とかをあしらっていくと完成となるんですが、どんな感じで出来上がるかは最後のお楽しみということで、まとめの方に行きたいと思います。はい、ということでこちらで完成です。ということで今回はグラフィックデザイン的猫の描き方をご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。今回の最大のポイントは図形を使って清書するっていうルールと自分の感性を信じるフィーリングのバランスだと思います。動画の中で見ていただいた通り、私は丸や四角といった単純な図形をベースに描いていますが、全てを完璧なグリッドに合わせようとはしていません。無理に合わせようとするとどうしても形が窮屈になったり、自分らしさがなくなってしまうことも多数あると思いますんで、そこは自分らしさを優先するという感覚です。自分の目で見て気持ちいいと感じるバランスがやはり一番いいんじゃないかなというふうに思います。皆さんもツールに使われるのではなく、ツールを使いこなす側の感覚でぜひ制作を楽しんでみてください。そしてここで一つお知らせです。もっとイラストレーターを体系的に学びたい、感覚だけでなくしっかりとした理論も身につけたいという方は、私の有料講座今だけ 30% オフのセールが行われています。現場で使えるバナー作成やロゴデザインの作り方などなど YouTube では語りきれないテクニックがたくさん詰まっています。ぜひこのお得な機会にチェックしてみてください。詳細は動画の概要欄にあるリンクからご覧いただけます。
今年最大級の割引なんで、ぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上となります。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。